こんにちは、みどりです。皆様お元気でお過ごしでしょうか。今回は気がついたら引き受けていたという経験について心理学の視点からお話ししたいと思います。誰かに何かを頼まれてちょっとだけならと思って引き受けたのに、いつの間にか思っていた以上のことをしていた。そんな経験はないでしょうか。後から振り返って、どうしてあの時あんな風に答えてしまったのだろうと後悔したこともあるかもしれません。実はそこにはフットインザドアテクニックと呼ばれる心理学的な仕組みが関わっていることがあります。今回はこのテクニックの正体とどうすればそのテクニックに引っかからずに済むのかについて考えてみます。まず、フットインザドアテクニックとは何かというところからお話ししましょう。フットインザドアは日本語にするとドアに足を入れるという意味です。これは昔のアメリカで訪問販売員がよく使っていた方法に由来していると言われています。玄関のドアが開いた瞬間にさっと足を差し入れてドアを閉められないようにする。そして少しだけお話を聞いていただけませんかと会話のきっかけを作っていくんです。この様子がそのまま心理学の用語として使われるようになりました。このテクニックの仕組みは、まず相手が受け入れやすい小さなお願いをします。それが受け入れられた後で、本来の目的であるもう少し大きなお願いへと進んでいきます。このテクニックが効果を発揮する理由は、人の心に深く関わる一貫性の原理にあります。人は一度取った行動や下した判断について、その後も同じ姿勢を保とうとする傾向があります。そのため、小さな要求にイエスと答えると、その流れを崩したくない気持ちが働いて、続く関連した要求に対しても同意しやすくなるんです。このテクニックは私たちの身の回りでも意外なほどよく使われています。例えば、慈善団体のボランティアが街頭で環境問題に関心がありますかと声をかけてきたとします。多くの人ははいと答えるでしょう。すると次に、ではこの署名活動にご協力いただけますかとお願いされます。環境問題に関心があると答えた以上、署名を断りにくくなるからです。さらに署名をした後で、月々わずか1000円の寄付で地球環境を守ることができますと、本来の目的である寄付の依頼が続きます。また別の例として職場の場面です。上司からちょっと5分だけ手伝ってくれないかと頼まれたとします。5分程度なら問題ないと引き受けたところ、作業の途中でついでにこれもお願いできるかなと仕事が増えていく。そんな経験をした方もいるかもしれません。最初の小さな承諾が結果として断りにくい状況を生み出してしまうんです。ではなぜ私たちはこのテクニックに引っかかりやすいのでしょうか。それにはいくつか理由がありますが、中でも重要なのは先ほど述べた一貫性の原理です。でもそれ以外にも私たちの自己認識や判断の癖が大きく影響しています。
私たちは自分自身を協力的な人間、善良な市民として捉えたいという気持ちを持っています。だから小さな要求に応じることで、自分は親切で協力的な人間だというセルフイメージが強められます。その後で要求を断ることは、これまでに形作られたセルフイメージと食い違ってしまうため、心理的な抵抗を感じるのでしょう。また、認知的負荷という要因も見逃せません。一度決断を下した後で、その判断を覆すには、改めて考え直す必要があり、心のエネルギーを使います。私たちの心は、できるだけ判断の回数を減らし、過去の決定に沿って行動した方が楽だと感じるんです。こうした心理的な省エネ状態もフットインザドアテクニックの効果を高める一因になっています。このテクニックは使う側にとっては便利な方法かもしれませんが、使われる側にとっては様々な代償を支払うことになりかねません。最もわかりやすいのは金銭的な損失でしょう。本来であれば必要のなかった商品やサービスを購入してしまったり、予定していなかった寄付をしてしまったりすることで、家計に思わぬ負担が生じることがあります。時間の損失も見過ごせない問題です。最初は5分だけと思って引き受けたはずの頼まれごとが、気がつけば何時間にも及んでいたという経験をした人もいるでしょう。その時間は本来なら自分が大切にしたいことや優先したいことに使えたはずの貴重な時間です。さらに深刻なのが心理的なストレスと自己決定権の揺らぎです。後になってなぜあんなことに同意してしまったのだろうと振り返る経験は自尊心を傷つけ、自分に対する信頼を揺るがしてしまいます。断りたかったのに断れなかったという感覚は、自分が状況をコントロールできていないという不快な思いを生み、心の負担になることもあるんです。ここからはフットインザドアテクニックの罠にかからないためにできることを考えてみます。まず最初に最も大切なことは即答を避けることです。要求に対して少しでもと感じたときは、少し考えさせてください。確認してから返事をしますと伝え、一旦間を置きましょう。そうすることで一貫性の罠にはまりにくくなります。時間を置くことで冷静になり、それが本当に自分の望んでいることなのかを考える余裕が生まれるからです。自分の限界を明確にしておくことも大切です。例えば、寄付の依頼に対して署名はできても金銭的な支援はできない。仕事の依頼に対して30分は手伝えてもそれ以上は無理だというように、自分ができることとできないことをはっきり線引きしておきましょう。自分の心の中であらかじめ限界が整理されていると、小さな要求の次に出てくるお願いに対しても落ち着いて断りやすくなります。また、要求の全体像を把握しようとする姿勢も重要です。少しでも違和感を覚えたときには、最終的には何を求められるのでしょうかと直接尋ねてみるのも一つの方法でしょう。
さらに実践的な対策としてノーという練習をしておくことも欠かせません。日本では断ることに苦手意識を持つ人が少なくありませんが、丁寧でありながらも意思をはっきり伝える技術を身につけることで不本意な承諾を避けやすくなります。ご提案はありがたいのですが、今回は見送らせていただきます。お気持ちは嬉しいのですが、私の考えとは合わないため辞退しますといった断り方を日常の中で使えるようにしておくと役立ちます。今回は気がついたらイエスと言っていたという状況を生み出すフットインザドアテクニックの仕組みとその罠にかからないためのヒントをお話ししました。小さな要求から始まり、気づかないうちに大きな承諾へと導かれてしまう背景には、一貫性の原理やセルフイメージ、判断を省こうとする心の癖など、誰にでも備わっている心理が関わっています。その結果、金銭や時間を失ってしまったり、心の負担が増したり、相手との信頼関係にまで影響が及ぶこともあるんです。フットインザドアテクニックの罠にかからないためには、即答を避けること、自分の限界をはっきりさせておくこと、要求の全体像を確認すること、そして丁寧に断る言葉を用意しておくことが有効です。そうすることで、こうした流れにはまり、不本意な承諾をしてしまう状況を防げるでしょう。断ることは、冷たい行為でもわがままでもありません。自分の時間や気持ち、価値観を大切にするための健全な選択です。小さな違和感に気づいたときには、立ち止まって冷静に考えてみましょう。そうすることで、気がついたらイエスと言っていたという後悔を減らしていけると思います。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。これからも時々心理学の学びをシェアします。応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。